はい、今回はこんな感じの無数の光が集まって文字が出現するアニメーションの作り方をご紹介していきます。こちらの解説はこのトライアラ動画を始めた当初に一度解説を行っているのですが、その時の解説がちょっと分かりにくいというコメントをたくさんいただいていましたので、今回は改めて分かりやすくご紹介していこうと思います。では実際に制作を行っていきます。まず文字用のコンポジションを作成します。コンポジション、新規、テキスト、01としてフル HD の8秒のコンポジションを作成します。ここに文字を配置します。文字ツールで入力します。文字を真ん中に配置します。これで文字が用意できましたので、次にアニメーション用のコンポジションを作成します。コンポジション、新規、カット、01。同じく8秒のコンポジションを作成します。このアニメーション用のコンポジションにテキストのコンポジションを配置します。ではここでアニメーションを作っていきます。まずこのテキストのコンポジション、レイヤーですね。コントロール D で複製します。そして上の方を4秒に移動します。この状態でこの上のレイヤーにエフェクト、シミュレーション、CC ピクセルポリを適用します。するとこんな感じとなります。この4秒のレイヤーですねにエフェクトがかかっています。元の文字レイヤーは非表示にしておきます。こんな感じですね。ではまずこのエフェクトを調整していきます。この CC ピクセルポリなんですが、この個々のパラメータの細かな説明は専用の動画で別で行っていますので、そちらをご覧ください。まずここではフォースの値を小さくします。10。すると破裂の飛んでいく勢いが弱まります。次にグラビティの値を0にして重力で下に落ちる効果をなくします。さらにグリッドスペーシングの値を小さくし、破片の大きさを小さくしていきます。2。するとこんな感じとなります。さらにエフェクトを追加していきます。エフェクト、ブラー、ガウス、ぼかしですね。レイヤーを選択して I を押して時間をレイヤーの頭に移動します。この状態でブラー0でキーフレームを設定。2秒後にブラーの数値を30、やりすぎ、20、大きいですね、10、15、15としておきます。するとこんな感じで滲んでいく感じですね。さらに不透明度を追加します。T を押して不透明度を表示。I を押してレイヤーの最初に移動。1秒後、レイヤーが表示されてから1秒後に不透明度 100% でキーフレームを設定。さらに1秒後に0。こんな感じで1秒間表示して1秒間で消えるアニメーションを設定します。今設定したキーフレームを U を押して全て見てみると、出現と同時にブラーが少しずつかかっていって1秒後から1秒間かけて消えるといったアニメーションとなっています。これでベースとなる粉砕のアニメーションができましたので、次にこのレイヤーを縦で分割していきます。わかりやすいように色を変えますね。この粉砕アニメーションがシアンの色です。このレイヤーを選択し、長方形ツールをダブルクリック。
これでコンポジションと同じサイズのマスクが設定されました。これをダブルクリックして範囲を調整していきます。1つ目は一番右から文字に少しかかるぐらいとしておきます。さらにマスクの中にある境界線をぼかしていきます。60としておきます。するとこんな感じとなります。そしてこのマスクをかけたレイヤーをコントロール D で複製。下のレイヤーのマスクをダブルクリックします。そして選択範囲をずらしていきます。こんな感じですね。選択範囲が縦で分割されました。これを繰り返して全体の選択範囲を作っていきます。コントロール D で複製。下のレイヤーのマスクをダブルクリック。選択範囲をずらす。さらにコントロール D で複製。下の選択範囲、マスクをダブルクリックでずらす。このマスクで選択している縦の太さなんですが、細かくすればするほど細かくアニメーションが設定できるのですが、これぐらいの間隔で十分いい感じになると思います。最後の文字のところは一番左まで囲むようにマスクを配置します。これでこんな感じで縦に分割することができました。このままですと特にまだ変化はないのですが、タイミングを少しずつずらしていきます。一番上のレイヤー、一番右ですね。これを基準に3コマずつずらしていきます。123、123、123、123。するとこんな感じで右からアニメーションがスタートするようになります。さらにこの飛び散る強度もずらしていきます。一番上の一番右のレイヤーを基準に10、次のレイヤーはフォース15、さらに次のレイヤーは20、次は25、5ずつ勢いを増やしていきます。20、25、次が30、35、40、45。すると後に出てきたものほど、遠くまで破片が飛んでいくような勢いの設定となります。こんな感じですね。少しずつ勢いが増していくような形となります。これで粉砕のアニメーションが完成しましたので、ここに元のレイヤーを足していきます。これですね。この元の文字のレイヤーをこの粉砕のアニメーションに合わせて消えるようにしていきます。元の文字レイヤーを選択し、長方形ツールをダブルクリック。粉砕アニメーションの開始位置を基準にして、このマスクパスにキーフレームを設定します。時間を進めて、マスクをダブルクリックし、マスクを左に縮めていきます。するとこんな感じでマスクに合わせて元の文字が消えていきますので、このマスクのアニメーションのタイミングを
文字が粉砕していくアニメーションのタイミングに合わせていきます。マスクのキーフレームの間隔を調整して合わせていきます。粉砕が始まってから文字が消えていくような形がいいと思います。こんな感じですね。粉砕が動き出してからマスクが通り過ぎて文字が消えていくといった感じです。さらにこのマスクの境界線をぼかしてなじませていきます。300としておきます。これで粉砕と文字の合成が完成しましたので、次に色を入れていきます。新規調整レイヤーを配置します。調整レイヤーを一番上に配置し、エフェクト、カラー補正、トライトーンで色を作っていきます。ミッドトーンの色を変えることで色を入れていきます。こんな感じですね。さらにエフェクトを追加します。スタイライズ、グロー基準、アルファチャンネルに設定し、色位置を調整します。50。グローの強度も少し上げておきます。2。こんな感じとなります。そして今この調整レイヤーでかけたエフェクトは調整レイヤーの下にある部分すべてにエフェクトがかかってしまいますので、このかけたくない一番最初の文字にもかかっています。これを回避するためにこの元の文字ですね、これに設定しているマスクを流用します。この消えていくマスクアニメーションですね。マスク位置を選択し、編集、コピー。このアニメーションも流用しますので、現在の時間をこのアニメーションの最初の位置に移動します。そして調整レイヤーを選択し、コピーしたマスクをペーストすると、こんな感じですね。マスクで選択された範囲のみにエフェクトの色が乗っている状態となります。これをマスクの反転にチェックを入れることで反転させます。こんな感じですね。こんな感じで分裂するところだけに色をのせることができました。さらに少しアレンジします。この調整レイヤーを Ctrl+D で複製、上のレイヤーに対して元のエフェクトは削除。このマスクのアニメーションだけが残った調整レイヤーですね。これにエフェクト描画、4色グラデーションを適用します。この4色グラデーションの調整レイヤーの描画モードをオーバーレイにすることで、少しカラフルな、これが元ですね。そして4色グラデーションをオーバーレイ。こんな感じで少しカラフルなトーンにすることで華やかさが出てきます。これで粉砕のアニメーションが完成しましたので、あとは
新しいコンポジションに入れて逆再生させます。コンポジション新規、リバースでレブとしておきます。同じく8秒のコンポジションを作成。ここにカット01を配置し、レイヤー、時間反転レイヤーを選択します。これで逆再生となり、もともと文字が粉砕していくアニメーションが逆再生となって、重いですね。画質を落とします。粉砕したアニメーションを逆再生することによって光が集まって文字が出現するアニメーションとなります。こんな感じですね。あとはタイムリマップを使うことで速度を調整することができます。レイヤー、時間、タイムリマップ使用可能をクリックするとタイムリマップ、時間のキーフレームが打たれます。この最後のキーフレームを前に持っていくことで速度を上げることができます。こんな感じですね。他にもこの文字が出てくるぐらいですねのところでキーフレームを打って後ろに持っていくと光が集まるまでは早く、文字が出現するところはゆっくりといった表現を作ることもできます。さらにもう少し細かい調整を行っていくと、この粉砕のアニメーションですね。これはこのままでもいいのですが、例えば今このアニメーションは文字の中央が粉砕の基準になっているんですね。それはこのフォースセンターが真ん中にあるからということなんですが、アンカーポイントのようなものですね。粉砕の基準点になっているので一番強く爆発します。この粉砕の位置を、フォースセンターの位置をそれぞれ分裂させたレイヤーの中央に移動させることで動きの表現が変わってきます。例えば一番右ならフォースセンターをこの辺りに移動、文字が映ってる中央あたりですね。2つ目ならこの辺り、3つ目ならこの辺り、文字が表示されている中央ですね。こんな感じで一つ一つフォースセンターの位置をそれぞれの真ん中あたりに移動します。するとこんな感じで均等なアニメーションとなります。こうすることで逆再生にするときれいに左から文字が出現するような表現となります。これで完成です。こんな感じでピクセルポリを使って時間を逆再生させることで無数の光が集まって文字が出現するアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。